今日は冷やしみたらし団子を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、冷やしみたらし団子を作っていきたいと思います。今回はですね、夏に食べたくなるひんやり美味しいみたらし団子を作っていきます。冷やしてもお団子が硬くなりにくい方法をご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。白玉粉、絹豆腐、練乳、お醤油、みりん、お砂糖、お水、片栗粉。今回はこちらの材料で作っていきます。まず白玉なんですが、今回冷やすということで、冷やしても柔らかい食感をキープできるように絹豆腐を使って作っていきます。お豆腐で白玉団子を作ることで、とても柔らかい食感をキープさせることができます。ちょっと今回白玉に練乳を加えて少しミルキーな仕上がりにしていきたいと思います。そうするとね、ミルキー感が加わってとても美味しいみたらし団子に仕上がります。そしてあとはですね、みたらしのタレなんですが、お砂糖は今回三温糖を使っていきます。こちらはお好みの糖類で代用していただいても大丈夫です。ということで早速作っていきたいと思います。では作っていきます。まずお団子から作っていきます。ボウルに白玉粉を入れてください。少しね、白玉粉をまず手ですりつぶしてみてください。そうするとね、後々作業がしやすいと思います。ちょっと粒が大きいものだけね、こんな感じで手ですりつぶしましょう。このようにすりつぶします。そしたらここにお豆腐を入れてください。そして豆腐を潰しながらですね、さらに白玉粉と合わせて白玉粉も潰していきます。最初はギュッギュッギュッと混ぜて、あとは白玉粉を潰すようにね、混ぜてください。このようにある程度まとまってきたら、ここに練乳を加えます。そしてよくこねてください。はい、OK です。このようにひとまとまりにしてください。こちらの硬さなんですが、目安としては指で触っても指にくっつかないぐらいで、あとはこうやって丸めた時にポロポロせずに綺麗にまとまるぐらいですね。こんな感じです。このぐらいの硬さになってれば OK です。お豆腐の水分量によってちょっと硬さが変わってくる場合があります。もし緩くなってしまった場合は白玉粉を加えて、その白玉粉を潰しながらよく混ぜてください。逆にポソポソしてしまう場合はほんの少しだけお水を足してみてください。そしたらこちらを丸めていきます。ではね、バットにラップを敷いてください。そしてこちらの白玉粉ですね、こちらをお好みの大きさに丸めていきます。食べやすい一口サイズに丸めてください。こんな感じです。では残りもね、同じように丸めていきます。全部丸め終わりました。今回は全部で22粒になってます。こちらは目安にしてみてください。それでは今からこちらを茹でていきます。ではお鍋にたっぷりめのお水を張って、こちらを一度沸騰させます。はい、沸騰しました。沸騰したらここに白玉団子を入れてください。やけどしないようにね、注意してください。そしたらですね、このままですね、まずこのお団子が上に浮かんでくるまで茹でてください。あとは鍋底にくっつかないように30秒ぐらい経ったら一度ね、軽く混ぜてください。今3分ちょっと茹でました。このように白玉粉が浮き上がってきたの分かりますかね。このぐらいになったらこのままさらに1分茹でてください。1分経ちました。そしたら火を止めて、そして冷水を用意してください。こちらを冷たいお水の中に入れて冷まします。このように冷たいお水で冷やしてください。ではこのままね、冷やしておきます。では続いてみたらしのタレを作ります。フライパンにお水、あとはお醤油、そしてみりん、あとはお砂糖、そして片栗粉も一緒に入れます。これで一度よく混ぜてください。火にかける前に一度しっかり混ぜましょう。片栗粉がダマにならないように一度しっかり混ぜてください。これで片栗粉の塊がなくなったら火にかけます。火加減は中火です。よくかき混ぜながら加熱してください。最初はこのようにちょっと白濁としてるんですが、だんだんね、火が通ってくると透明感が出てきます。
だんだんとろみがついてきました。今1分ぐらい経った状態ですね。とろみがついてきたらよりね混ぜるスピードをアップさせてください。よくかき混ぜながら加熱することでダマもできず、とても滑らかな仕上がりにすることができます。だんだんねふつふつしてきました。このように全体にしっかりとろみがついたら、このまま透明感が出てくるまでしっかり火入れしてください。はい、 OK です。とろみがついてから1分ちょっとですね加熱しました。このように透明感が出てきたの分かりますかね。このぐらい透明感が出れば OK です。そしたらこちらのねお団子も冷めたので、最後容器に入れていきます。しっかり水を切って、そして容器に入れます。そしたら一度ねペーパーで水分をきちんと拭き取ります。そして水分を拭き取ったら、ここにみたらしのタレをかけてください。このように全部かけました。そしたら少し粗熱を取って、粗熱が取れたらラップをして、そして冷蔵庫で1時間ほど冷やしてください。はい、しっかり冷えました。このようにしっかり冷えてとても美味しそうに仕上がってます。これで完成です。はい、これで冷やしみたらし団子の完成です。このように仕上がりました。お団子はこのようにもちもちつるつるで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。お餅がもっちもちですごく美味しいです。そしてお団子もほんのり甘くてすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の冷やしみたらし団子のポイントです。まずお豆腐なんですが、こちらは必ず絹豆腐を使うようにしてください。そしてまずはじめに白玉粉と、あとはお豆腐を合わせるんですが、この時白玉粉を潰しながらよく混ぜてください。そしてある程度まとまってきたら練乳を加えてよく混ぜます。今回はね練乳で少し甘みをつけてます。こちらはお好みでやってみてください。もしない場合はねそのまま作っていただいても大丈夫です。このように冷やして食べるお団子の場合は、豆腐を使っていただくと冷やしても硬くなりにくくなります。ただですね、豆腐の水分量によって生地の硬さが変わる場合があります。もしね柔らかく仕上がりすぎてしまった場合は、白玉粉を足してしっかり潰しながら混ぜてください。逆にポロポロしてしまう場合は、少しだけお水を足して調整してみてください。生地の硬さの目安は指で触っても指につかないぐらいの硬さです。さらに丸めた時にひび割れなどはせずに綺麗に丸められるぐらいです。こちらを目安にしてみてください。そして茹でる時のポイントです。まずたっぷりのお湯を沸かして、その中にお団子を入れて、まずお団子が上に浮き出てくるまで茹でてください。そして上に浮かんできたらそのまま1分茹でてください。あとはね冷水に取り出して、そしてお団子を一度冷やしてください。そしてみたらしのタレのポイントです。こちらは材料すべてフライパンに入れてよくかき混ぜて、片栗粉のダマがなくなってから火にかけるようにしてください。そうすることで綺麗にね仕上げることができます。あとはですね、最初は白濁としていると思うんですが、火が通ってくるとだんだん透明感が出てきます。透明感が出てくるまでしっかり火入れしてください。そして出来上がったらしっかりね団子の水分を切って容器に入れて、そしてみたらしのタレをかけて冷蔵庫で冷やしてから召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は冷やしみたらし団子を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。